バイクって昔はもっと売れてたの？巷の噂ではそんな話を聞きますね。あ、ペン太郎さんだ。何やってるの？やや、アナゴさんにチュン太郎さん、バイク販売台数の統計をまとめてて。へえ、気になる。興味深いですね。じゃあ、ここ30年くらいの推移と直近の傾向を見せてあげるよ。こんにちは、ペン太郎です。昔は今の10倍売れていたという都市伝説は本当か？統計データを元にした真実を分かりやすく整理してみます。1、最近のバイク販売台数。まず直近の販売台数を見てみようか。去年はちょっと減ったらしいね。2024年は前年比減少で合計32万台。昨年は37万7000台だったからおよそ 15% 減ったことになるね。排気量カテゴリーで分けると増減の傾向はありますか？ 50cc クラスは前年比 18% 増の11万台。50cc がなくなることで駆け込み需要かな。125cc クラスは 24% 減の11万3000台。250cc クラスは 35% 減の4万4000台。その上は 21% 減の5万4000台。50cc 以外は全部減っちゃったんだ。ほぼ全滅ですね。前年比だとだいぶ減ったイメージだけど、2020年と同水準だからそんなに少ないわけじゃないけどね。2022年から23年が多かったので戻っただけというイメージですか？去年の売り上げは山になってたんだね。2025年はどうなるか気になるね。上半期集計を楽しみにしています。2、売れてるものとメーカー。売れてる車種って変わってるの？大きな変動はないかな。小排気量はスクーターが売れ筋でしょうか？ホンダの PCX シリーズは安定。125cc の PCX もそうだし、160も上位だね。ファミリーの ADV と合わせると1万500台くらいで 250cc クラスでは一番多い。ハンターカブは相変わらず好調？まず好調。8000台で 125cc カテゴリー4位。250cc クラスはどうでしょう？相変わらずレブルが売れていて9000台。続いて PCX160 が6000台。レブルの販売台数はバグった感じだね。Z900RS は相変わらず好調でしょうか？こちらも 1000cc 前後にして6000台くらいとバグり具合はレブル以上な気がする。この辺は最近何年か安定の台数になってるよね。ここ 1,2 年で上がってきたものはありますか？ホンダ GB350 は2022年からだけど、いきなりレベル超えの1万2000台を記録して華々しいデビューを飾ったね。その後6000台、4500台と下がっているけど、最近派生モデルの GB350C も出たし、一定数確保しそう。白難民の暴動が怖いエリミネーターは出た時すごい人気だったよね。エリミネーターは初年度4000台と 250cc オーバーの中では上位。2024年は6000台と伸ばして Z900RS も超えてきた。初年度注文が入りすぎてさばけていなかったみたいで生産台数増やしたのかな。あとは ZX4R が3500台と上位に入ってきてる。川崎が多いね。250cc オーバーはほぼ川崎の独壇場ですか？ホンダは GB だけそこそこ上にいるけど、それ以外は上位はみんな川崎。川崎って人気なんだね。小排気量を除くと川崎が台数トップ。王者 Z900RS は相変わらずだけど、エリミネーターと ZX4R もついてきて川崎無双がまだ続きそうかな。小排気量も合わせて総合ではホンダが強いんですよね。ホンダは小排気量から大排気量までまんべんなくラインナップがあるから、全部合計すると圧倒的にホンダが強いね。ヤマハとスズキが一言も出てこないね。スズキは V ストローム 250SX とジクサー250のファミリーが合わせて4500台くらいで、GSX8S と 8R が2000台弱、ヤマハは XMAX が2000台弱、MT25 と YZF-R25 が1500台くらい。スズキはまだしもヤマハはだいぶ影が薄いですね。今年も傾向は大きく変わらなそうかな。ホンダレベル250は E クラッチがついて盤石な感じ。川崎 W230 がどの辺に来るか興味深いという感じで、話題はやっぱりホンダと川崎になっちゃいそう。3、昔はバイクが売れてた？それでここしばらくは合計で年間30から40万台なんだったよね。
そう、だいたいそれくらいで推移してる。過去一番多かったのは1982年で300万台以上売れていたと聞きました。統計の指標によっていろいろあるんだけど、およそそれくらい。気になって1980年からの販売台数推移をグラフにしてみたんだよね。正確な数値は5年ごとしか取れなかったから、実際は1980年と1985年の間の1982年に山があるんだけど、このグラフではフラットになってる。80年代はすごい台数だったんだね。10倍と言っても過言ではない台数になっていますね。そう、これを見ると衰退がひどくて将来がなさそうに感じるよね。本当だね。でもね、実はこの話には裏があって、この後別の集計値を見るとまた驚くと思うよ。4. 販売台数の真実。じゃあ別の視点から見た統計を見てみようか。これも1980年代からの台数集計値。あれ、さっきと違ってほとんど水平線。やや減少しているようには見えるものの、ほぼ横ばいと言っていい変化ですね。さっきと同じく2015年以降は1年ごとで、その前は5年ごとなので平たくなってるけど、およその動きはこの通り。さっきは10倍の開きだったのに、どうしてこのグラフは横ばいなの？さっきのグラフも重ねてみようか。全く違う数字ですが、どちらもバイクの販売台数なんですよね。そう、実は今見せたオレンジのグラフは 50cc を除いた販売台数の合計なんだよね。なるほど。青は 50cc を含む全部の合計、オレンジは 50cc を除いた合計と。だから青とオレンジの間のゾーンは全て 50cc の販売台数。そうなんだ。つまり販売台数が減ったのは 50cc で、それ以外はおよそ横ばいということですか。そういうこと。青の台数推移を見てバイクが衰退しているように見えるのは、実はほぼ単純に 50cc だけが衰退していることを意味しているということなのだ。50cc を超える現実的に実用的な 125cc と、その上の排気量の趣味バイクは全然衰退じゃなかったことがわかるね。まあちょっと減っていることは事実だけど。5. 50cc が衰退したわけ。でもなんで 50cc だけこんなに減っちゃったのかな。ちょっとチャット GPT に聞いてみようか。日本で 50cc バイクの販売台数が減ったのはなぜですかと。日本における 50cc バイクの販売台数が衰退した主な理由は以下のような複合的な要因によるものです。1. 法規制の厳格化。30km 制限と2段階右折が不便。これはわかるかな。原付乗ってるとおまわりさんに捕まるもんね。2. 交通環境の変化。都市部で自転車レーンや歩道が整備され、電動アシスト自転車などの利便性が向上。まあ確かに都心はむしろ自転車の方が楽ですね。3. ユーザー層の変化。若者のバイク離れや趣味性、快適性を求めて 125cc 以上のバイクに移行する傾向。4. 電動キックボード、自転車との競合。一定条件下で運転免許が不要となった電動キックボードの台頭。レンタルの電動キックボードは乗り捨てもできるしね。5. メーカーの戦略変更。開発コストや排ガス規制の強化により 50cc モデルの生産を終了するメーカーが増加。確かに 50cc のラインナップはかなり縮小していました。鶏が先か卵が先かみたいな話もあるけど、規制もどんどん増えていったしね。やっぱり30キロと2段階右折でやられた人は 50cc やめちゃいそう。これはかなり大きそうな感じがするよね。夕方は隠れて原付を地引き網しているのをよく見かけます。手軽に乗れて経済的と思いきや、警察のトラップにかかって数千円から2万円くらい取られるから逆に不経済になってるし。メーカーがもう 50cc やめると言っても、警察のお小遣い稼ぎのために警察的に 50cc カテゴリー扱いの 125cc という謎仕様まで設定したくらいですからね。地方警察のお財布になってるみたいだしね。30キロと2段階右折はこれで安泰だとさ。2段階右折は1段階目変なとこで止まるから本当に危険だし、30キロ制限もむしろ危険だからペンタローはやめた方がいいと思ってるけど。原付で警察にお金取られるなら電動アシスト自転車の方がいいかな。
電動キックボードの一般化は最近なので、昨今の 50cc 販売台数減少とは関連しないと思いますが、原付で捕まるくらいなら電動アシスト自転車を選んできた歴史はありそうですね。アシスト自転車かと思いきやインチキモペットというものが増えて、信号無視の逆走ロケットが来るから道路が危ない危ない。ちなみになんで原付関連の法律がこんなかというと、原付は最初文字通り自転車に小さいエンジンを乗せたもので、軽車両扱いで運転免許が不要だったんだって。1952年に14歳以上を対象とする許可制になって、1960年に16歳以上を対象とする免許制に変更。そんな経緯で軽車両に毛が生えたくらいだから30キロ制限にしようみたいなところだったんだろうね。その後性能が上がって問題なく道路を走れるようになっても、ドル箱の取り締まりお小遣いが手放せず今に至るとしたら、国が発展しないのも想像がつきます。安全な方向に法律を改正してほしいよね。6. まとめ。結局バイクの販売台数が減ったのは全部 50cc の分だってことだね。数値を見るとほぼそういうこと。 50cc の衰退理由は法制度の古さが最初に挙げられているようです。いろいろな理由は絡んでいるんだろうけどね。 50cc 以外は台数があまり減ってないから、普通のバイクは今のところ大丈夫ということかな。今後バイクに乗る年齢層の人口が減っていくと、それに連動はしていくと推測はできるかな。とりあえず全盛期の10分の1というのが悲惨なことでなくて安心しました。そうだね、しばらくは国内モデルもそんなに減ったりしないかな。そういえばペンタロウさん、ずっと電源つながないでパソコン動かしてるけど大丈夫？切れちゃったね。切れちゃいましたね。あばば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 。ちゃんとデータ保存してた？あばば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 。ダメそうですね。ダメそうだね。あばば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 。今回こちらの世界のペンタロウは電源マネジメントに失敗して大事なデータがなくなってしまったようですが、きっと上半期データが揃う頃には改めて集計データを公開できると思います。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。